おはようございます。建築起業家の斉藤俊一です。空間デザインを中心に奄美大島で古民家ホテルを運営したり、コンテナ特許を取って建築を作ったり、集客とデザインの研究をする飲食店デザイン研究所の運転をしております。この放送では最前線で働く建築家やインテリアデザイナーのリアルな設計現場での学びを共有していきたいと思います。実務に直結する情報を提供できるように心がけていきます。先日ですね、海ほたるに行ってきたんです。週末はね結構混むよと房総イズムのメンバーから言われたんですけれども、めっちゃ早く朝出れば大丈夫だろうと、六本木をですね6時ぐらいに出発したんですよね。ところが週末のアクアラインはもういっぱい混みまくってるんですよね。でも確かに千葉って都心部から結構行きやすいんですよね。海あって緑あってショッピングモールあってと、そのショッピングモールも激ゴミでね、昔その海ほたるに何回か妻と行ってるんですけど、1年後に届く手紙っていうのがあって、その手紙を書くのがですね、妻はサクッと書くんですけど、私ってこういうのは苦手で悩みながら結構書いちゃうんですよね。実はね、六本木ヒルズにも1年後に届く手紙ブースっていうのがあって、12月のクリスマス頃に設置されてるんですよ。来年はここ1個でいいんじゃないかなと思ってるんですけど、どうなんですかね。でもこういったですね、人の行動したくなるような場作りっていうんですかね、これって商業の集客デザインにとっては結構重要なんですよね。なんでこういうのも結構活用できるのかなと思って見てました。それでは今日のデザインの学びを始めたいと思います。今日はどうすればデザインの仕事をしながらプライベートも充実させられるのかというご質問です。僕の場合はプライベートも仕事も大して変わらないと思っているので、ここでの質問意図とは外れてしまいそうですよね。なんで一般的に求められていそうな回答を探しながらお話ししたいと思います。そもそも何をしたら仕事をしているということになっているんでしょうかね。多分お金を稼げたらですかね。やりたい仕事ができるようになったら、これは仕事してるってなるんですかね。そういえば先日ですね、面談でお会いしました組織設計事務所に所属している男性、そうですね、仮に名前をトシさんとしましょうかね。トシさんとの面談でのお話です。相談内容が今の職場だけでは自分が思い描いている将来が見えないっていう内容だったんです。奥さんと子供が2人いるようで、夜家に帰っても子供と会うことができないし、今まで子供に料理を作ってあげてたんですけれども、それも作ってあげられないし、なんで転職したいかな、もしくは副業なのかなみたいなことを話してました。今は育休中らしくて、普段は土日は休めてるようなんですよね。ただ平日残業があって子供を優先する職場環境ができてないよっていうことを言ってました。ここで思ったのは A さんのプライオリティってやっぱり子供と一緒に過ごすことってことなんですよね。それよくわかるんですよ。私も子供いて、やっぱり子供第一になりやすいですよね。その環境が欲しいっていうことなんですよね。ただ将来子供のことを考えるとお金が入る状態にしたいよねってことだと思うんです。
正直この話を聞いて、私個人としてはそもそもその会社結構いい条件なんじゃないかなって思っちゃったんですよね。もしくは時代が結構変わったのかなってことですよね。もし40代の私と、20代のトシさんが上司と部下なら考え方の違いが絶対生まれてますよね。どちらも不満を抱えてしてしまいそうですね。なのでそういった時はやっぱり上司である40代の私が今の働き方を考え直すことになるんでしょうね。ちょっと話を戻すと、トシさんには今の職場で働きながら空いた時間、土日とかですよね、自分の事業を作ったり仕事につながる活動をすべきですよねっていうお話をさせてもらいました。厳しい条件提示を面接時にするとですね、企業側としては採用する意味ないですもんね。たとえ就職先を見つけたとしても実際働かなければその本当の職場環境って見えてこないもんですからね。でまたね、どんなことができるんですかって聞くと、トシさんは CG が得意ですって言うんですよ。だったらですね、 CG パースのクオリティの現状を知るべきですよね。僕、正直見せてもらったのはこれどうなのっていうようなレベルだったんですよね。世界ではね、どんなクオリティでどのぐらいの時間スピーディーにね時間かけて作ってるのかみたいな。で今後アジア圏の人とかも日本に入ってきてますし、自国での月収はいくらで働いてんだろうとか、現状いくらでパースが作成されているのかなとか、その上でですね、誰が CG パースを欲しがってて、その売り先とクライアントってどうやってつながっていくのかなとか、 CG パースって今後ゲーム業界とかメタバースとかに参入できるものなのかなっていったような過去と現状とちょっと先の未来を見据えた上で情報を取りに行くべきなんです。もし現状を調べる過程で実力もね、知識も人脈も足りなければ、それはお金を払ってでも取りに行くべきだなって、将来のために僕はそう思っていったんですよね。副業として自分単体で仕事を取りに行くっていうのは結構大変なことだと思うんです。なんで今の現状の職場やすでに取引がある人から仕事をもらうのがベストです。その中で自分の実力とか実績をね積んだ上で徐々に自分自身で仕事を得るっていう方が確実ですよね。なので転職する前にですね、今の企業と仲良くして外注として使ってもらえないでしょうかねと確約をねもらっておいたりとかですね、その会社自体にもそのお伺いを立てたりとかですね、その上でですね、正社員で5時までに終わる職場だったりするわけですよね。例えばそういうところを見つけたりもして空いた時間でやりたいことを挑戦するっていうことがトシさんにとってはピンチにならない選択だよねっていうことを言ったんですよね。これがね正解かどうかはよくわからないので、やっぱり、自分自身でね、判断しないといけないとは思うんですけれども、お金が増えれば、お金でね時間が買えるようになると思うので、子供を優先できる環境は作りやすくなるんじゃないかなって思ったんです。要するにですね、ここでお話ししたいことはほとんど言っちゃったんですけど、お金を取りに行くためにインテリアデザインのお仕事をするというのであれば、自分の限られた時間を効率よくですねお金に変換して時間をお金で買えばいいんだと思います。けど
本気でインテリアデザイナーとしてね、設計者として生きていくためのお仕事とするんであれば、お金のためにお仕事をする認識は持っていない方がいいんじゃないかなと思うんです。そもそもお金を取りに行くのにインテリアデザイナーじゃなくてもいいと思うんですよね。でも実際自分が今いる業界の方がお金につながりやすいって思うもんなんですかね。そうですよね。でも結構他を見渡すとそんなことないと思うんですよね。ってな感じで今日はどうすればデザインの仕事をしながらプライベートも充実させられるのかっていうことでしたが、答えというか、今僕は思ったのは、インテリアデザインでお金が欲しいのか、インテリアデザインをしたいのか、まずどちらが優先順位高いのか決めた方がいいんじゃないですかねってことですね。その上でお金が欲しいならばサラリーマンとして働きながらそのつてを使って仕事につなげていこうねというお話でした。実務で学べるインテリアデザインの学校隠れ家では、最前線で働く建築家やインテリアデザイナーのリアルな設計現場での学びを LINE グループで毎日共有しています。今日の話でちょっと疑問に思ったり、実際のやり方を知りたいなと思ったり、した方はちょっと覗いてみてください。それでは今日しかない大切な時間を全力で楽しみましょう。建築起業家の斉藤俊一でした。では。